いいっす。これでもうね、見えないですよ、どっちみち読めないっす。で、あとはそうですね、小物パーツの塗装いきますかね。まだ塗ってないですからね。100ドアの裏とかランディングギアですね、塗ってないのでそっちの塗装いきますね。まあこんな感じで塗装の準備なんですけど、ミサイルも同じ色なんでね、ミサイルも組んでるところです。スパローですね。ミサイルカナダの取り付けなんですけど、これは正確にね直角につけていかないといけない。一応ね、こんな感じピント合うかな。結構取り付け接合部このカナダのこれ三角なんですけどね、山形でこっちが谷型。結構深いんですよ。深いって言ってもねこの程度のあれなんで、割としっかりと接着はしやすいはずです。流し込みにこう入れといて、こんな感じでね、ちょっと指があるから見えにくいんですけど、このマットのクロスに合わせて見ながら、あとちょっとだけ入れてやって、ちゃんと接着剤をのせて、仮止めではないんですけど、でこれで見ながらこう調整していくと、こう置いちゃってもいいよね。置いちゃって調整してやると、そうすると綺麗に設定ができるので、セッティングできるんで、これで接着剤を流し込んでいけばいいでしょう。前も同様ですね。前と後ろは接合部の形が違うので、前はちょっとひし形になってるんですよ。だからカナド間違えるってことはないです。いや今日から暑くなるらしいですね。今日も雲がすぐ上には雲が結構あるけど、かなりお日様が横から出てきてるんで、前のカナドは今さっきつけた後ろのカナドに片目つぶりながら合わせてやればいいでしょう。もうカナドの付け根は隙間あって OK なので、寝かしちゃダメです。寝かしちゃずれるんで、もう立てときましょ
AIM9 サイドワインダーなんですけど、まあ組むしかないですけどね。ちょっとこの前のカナードの周りが隙間が目立つ。どうしてもやむを得ないですけどね、これは。どっちみちにパテ入れるしかないかな、細く。これでまっすぐになったかな。カナドはね、90度ここつくんですけど。この部分ですね、見えるかな。この接合したこの辺り、サイドワインダーのね、写真をググってみたんですけど、こんなところにパネルラインはないんで、ただこれ消すってもな、その前にモールドあるんでね。サイドワインダーなんですけど、溶きパテでカナードの間の合わせ目をね消すっちゅうか、もうとりあえず溶きパテを塗ったくってシンナーでこそぎ落とします。こそぎ落とすっていうか、こんなパテの乗せ方しかできないんで、カナードの付け根の軸っちゅうかね、シャフトっちゅうかね、容赦ないです。容赦ない。これでどうだろう。この溶きパテがかなり古いんで、いつ頃買ったやつだろう。で、中が結構硬くなっちゃってたんですよ。で、シンナーを混ぜたんで、効果自体はちょっと早めだと思います。綿棒だとどっち、綿棒にくっついたやつがまた乗っかってきちゃうんで、パテが少なければいいんけれども、ある程度スパチュラで取ってから綿棒で鳴らしてやるような感じの方が多分いいと思いますね。段差はしょうがないです。段差がで、当然白いところを塗るわけですから、ここですね。試着収納庫とエアブレーキ。ここは白じゃなく赤ですけどね。白と赤です。紅白を塗ります。で、この外側、周りをマスキングして、こっちを塗っていきます。僕はいきなり黒から白にいっちゃうので、前着の収納庫も黒から白に塗っていきました。ラッカーなんでね、そんなに塗膜の厚みは気にならないと思うんですよ。またいやらしいカーブがあるんで、そこは
よし、またテープに書いてこう当ててね、テープに書いて、ちょっとこんな太いのしかなかった。これじゃちょっと太すぎるかな。いいや、なんとかなる。今これはどっちで切りゃいいんだ。こっちか。見えない。多分これでいいと思うけど。ちょっとここが怪しくなったな。足りないとかもマスキングボールでいきますよ。まあただここ白だからね、分かんないっちゃ分かんないだろうね。ドアの内側とかランディングギアとか塗るんですけど、下地はね、サフェーサを塗って、でこんな感じで影になるとこね、影になるところちょっと黒をのせてやりました。足なんかもこんな感じですね。こんな感じです。グレーと黒になってますね。でこの上から色を塗っていきます。でまず赤い方ですね。まあ上とこれは下から拭いたかな、黒は。で上の方はもう集中的に拭いてます。下からこう拭いてるんで、ちょうど影になってる部分は暗くなってます。ちょっと黒を塗りすぎたかもしれない。これと同じ感じで、胴体下の例のエアドア、内側も塗っていきます。じゃあ316番ですね。白を塗っていきます。でミサイルなんかも白なんです、同じ色なんですけど、ミサイルは特に影はつけてないです。普通に塗っていくだけですね。当然黒いところはそんなに白くならないんで、そこは気にしないで色をのせていきます。逆にむしろ上からちょっと強めに拭いてもいいのかな。まああまりにも違いは出ないね。
やっぱり明るくしたいところはちょっと濃いめに白にした方がいい。まあこれなんかもうこの差が出るんですよ。こっち側の機体側ね、まあ、このボックスになってるところですね。この差が出ますね。ただ今これ並べてるんで隣のにかかっちゃうから、もうちょっと離して配置すればよかったかも。いいです。まあ隣かかったとしても、そこはいいんじゃないですか。そこかかったとこだけ薄めに塗ればいいんで。左側もこのように残しちゃってるんですけど、このついでに塗ります。後ろはこれ赤なんで、後でまあこっちをマスキングしてね、赤を塗りますけど。でこのですね、奥の方は黒く残したい。だから広い部分、これなんかは特にあえてこういう、まあいつもやってるようなシェーディングですか。シェーディングじゃないな、これはブラックベースっていうみたいですね、あっちの人は。先にこう口の方からこう当てといて、コントラストをつけてやってたら、で全体をこう塗っていくと、調子見ながらね、白が弱いところは弱いなって感じたところは塗り重ねてやればいいと思いますし、あくまでも陰影が残るように、ある程度のコントラストが残るようにしてやったらいいですけど、まあそれと同じような感じで前も言ってますけどね、でこれにまたウザリング入りますから、ミサイルなんか普通に、逆にミサイルは綺麗ですからね。ノーズコーンがライトグレーだった。今塗ってあるのはサフェイさんなんで、ライトグレーはまたちゃんと塗ります。そうだからミサイルは汚れてないですから、これは綺麗に塗りたいです。何を刺して綺麗に、ムラがないようにですね。で今クリップで掴んでるところは、ここは左側に隠れますから、あとまあこんなもんかな。持ち手なんですけど、例えばこのラダーね、これ伸ばしランナーを
でちょっと接着位置、まあこれはこのパーツは接着じゃないですけど、一回にカツンと当たる感じなんですけど、乗っかるだけですね。で見えなくなるところに、伸ばしランナーを流し込みでちょんちょんとくっつけてあります。サイドワインダーなんかもこんな感じですね。レールにランチャーのレールに当たる部分、接着位置に伸ばしランナーをちょんちょんとつけてあります。足やったっけ。これも全体にふわっとかけて徐々に白くしていくと、白くしたいところを白くしていくような感じ。ただ真っ黒が残らないように。基本こう上から拭いてやると、この方ですね、植えての。そうすると下の方が暗く残る。こんな感じですかね。これはマスキングはサークルカッター、タイヤ色先に塗ってあるんで、マスキングはサークルカッターを使ってくるんとカットしてやってる。内側はあまり白くしない。今日の塗装はここまでですね。ほとんど塗装は終了、ほとんどというか全部いったかな。あとはウェザリングをどっかの段階で、墨入れもねまだやってないので、当然この細かいパーツ組み立てなきゃいけないですね。組み付ける前に墨入れはやった方がいいよね、多分。このラダーも塗りました。これも裏側黒く塗って、裏こんな感じですね。暗いです。で、足はとりあえずこんな感じ。こんな感じですね。前脚はそっか。これもアクチュエーターっていうか、サスペンションオレオ、かっこいい。これ前足ですね。じゃあ次回はザリングかな。墨入れっていうかオイルウォッシュも一緒にやるんで、油絵の具使いますから、次回そのあたりをやっていきたいと思います。それではまた。